おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。久々にですね、質問&リクエストフォームにご質問をいただきましたので、取り上げたいと思います。こちらですね。ギブソンのペグをワッフルペグから後藤のマグナムロックに変更する場合、ワッフルペグの跡がボディに残ってしまっています。この跡をきれいに消すことはできるのでしょうか？あとギブソンのペグのところのクリア塗装部分に空気が少し入り塗装が浮いている箇所があります。これも同様にきれいにすることは技術的に可能なのでしょうか？こういったご質問をいただきました。ありがとうございます。ですね結論を先に言いますと、きれいにすることはできます。ただ結構ね手間がかかるんですよ。でその手間かけたにもかかわらず完成した直後でもね、もしくは、お客様の手に渡って1ヶ月2ヶ月後とか、もうすぐね塗装が引けてきて元のその跡がねあらわになってくるんですね。なのでこのパーツがついていてここに跡があったんだよっていうふうに知っている人ほどすぐ見て、あ、これ元のパーツの跡だねっていうふうに分かっちゃうんですよ。でそうですね、そういうの知らない人が見ればこれなんだろうなっていうぐらいのレベルですね、完成度としては。もちろんそれを完全になくす方法もあるんですけど、それはもう本当に塗装をきれいに剥いでもう一回塗装し直さなきゃいけないんですよね。はい、それでまず方法をご説明します。これはね、塗装の打痕とか傷とかを修復する方法と全く一緒なんですよ。もともとついていたパーツがね、塗装面をグッと押し付けてしまって、その塗装の部分をへこますことによってできるんですね。なので、単純にこの部分にクリアの塗料を持ってくんですよ。爪楊枝とかでポン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 って何十回も。でペグの部分って結構ね、ものによってはクリアの部分とかだけがへこむんじゃなくて、中間層の色の層とかね、場合によっては塗装が欠けちゃってて色がそこだけ落ちてたりこともあるんですね。なのでそういう場合はね、もう合う色であれば目立たなくすることはできるんですけど、そこだけ色が変わっちゃったりね、いろいろ問題はあります。で私の場合はね、あまりに塗装の厚みが厚くて、であからさまにボコッと欠けてるとか、そういうことがある場合には、要はクリアの塗料を爪楊枝でポン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 持ってくだけじゃ全然追いつかないぐらいの厚みだと判断した場合、もしくはその打痕だと判断した場合は、ラッカーの場合でもポリの場合でも同じなんですけれど、エポキシ樹脂である程度そこの溝を埋めちゃいます。その処置をした後に今度はクリア塗料なりを同じく爪楊枝でね持ってったりして、それで仕上げることもありますね。クリア塗料で日にだいたい4回5回ぐらいまでなんですけれど、合計14、15回とかね、もっと盛る時もあります。塗料の厚みによってはね。でどん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 持っていくじゃないですか。で周囲の塗膜の面より明らかにもう十分盛られたなっていうふうに分かったら、その段階で今度は水溶きで平坦にしていくんですね。そこまで行ったら今度は最終的に、例えばヘッド周りであればヘッドの表以外ですねを全部クリアで上塗りしていきます。これもだいたい12、3回とか結構十分ね、普通に吹く回数ぐらいを吹きつけていきます。その後乾燥させて、水研ぎをしてバフィングすれば目立たなくはなります。ただね、ものによってはさっきも言いましたけれど、バフを当てた直後とか一晩置いてね見ると、光に照らすとね、うっすらここ浮き出てきたなっていうのがね分かるんですよ。分かることもあるんですね。なのでそのぐらいもともとあった塗装っていうのはもう完全に乾燥してるじゃないですか。で新しく塗った塗料っていうのはもうどんどん日に日に痩せてくんですね。痩せてくると、ここうっすら浮き出てきたねっていうのがね分かっちゃうんですよね。実際ねやってみるとね分かるんですけれど、作業量に対して結果がねあんまり思わしくないというか、結局数ヶ月経てばねまた元々あったパーツのね跡がね浮き出てきちゃうんで、
結局ね、やってもやんなくてもね、あんまりね、変わんないって言っちゃまあ大げさかもしれないですけれど、まあそんな感じなんですよ。はい。はい。でね、経験上はこういうご依頼をいただくっていうのはほとんどなかったですね。まあ後が残っちゃいますよっていうのはあんまり気にしない方がいいと思いますね。まあ気にする人は気にするんでしょうけれど、まあ後がついてしまうのはもうしょうがないっていう割り切りで引いていった方がいいんじゃないですかね。はい。まあまあそんな感じです。はい。レッドイットゴー来ました。はい。で、もう一つのご質問。ギブソンのペグのところのクリア塗装部分に空気が入り、塗装が浮いている箇所があります。これも同様にきれいにすることは可能でしょうか？こちらはですね、まあ可能なんですけれど、これもね、成功率50-50ですかね。ペグの表面ですね。上から締め付けるタイプに限らずか、ブッシュタイプのやつでも同じくこういう白くこう浮いたりすることがあるんですよ。これはどういうことかっていうと、クリアの塗料が密着が剥がれるんですね、内部で。スマホの画面の保護フィルムとかあるじゃないですか。ちょっと失敗すると中に空気が残っちゃいますよね。あれと一緒です。処置の仕方としては、ごく少量であれば鉄鋼用のアロンアルファ使って大丈夫です。ラッカーであってもです。ただ、アロンアルファの成分ってラッカーの塗料を溶かす成分が入ってるんですよ。下手するとね、塗装がね、元の塗装がね、ぐちゃぐちゃになります。どういう風にやるかっていうと、空気が残ってる部分にアロンアルファをほんの少しね、カッターナイフの先とか、こういう風な感じでちょんとこうつけてあげるんですよ。そうすると、うまくすれば毛細管現象によって内部までそのアロンアルファなりがこう染み込んでいくんですね。これはやってみないと一番奥までしっかり、浸透するかどうかは分かりません。結果次第です。やってみて、中ちょっと一部だけ空気残っちゃったなとかね、そういうことも全然あります。経験上はもう50-50です。まああとはポリの場合はもうほぼほぼ鉄鋼用のアロンアルファ。サラサラのやつね、水みたいなやつを使いますけれど、ラッカーの場合だとアロンアルファ使う時もありますし、クリア塗料ですね、結構粘性をねもっともっと薄くしてサラサラな状態にした上で同じように空気が残ってる部分にちょんとつけてね、同じようなことをすることもあります。アロンアルファってまあ乾燥するのが早いですよね。って言ってもつけてすぐ固まるんじゃなくて、ある程度時間が経って数分後に固まってくるみたいな感じなんですけれど、クリア塗料を使えばそれがね、完璧に固まるまでには本当に何時間かかかるわけですよ。でその間にある程度ね奥までね浸透することもあるんですね。浸透しないこともあります。どっちを使うかはもう本当にその時次第ですね。完璧にそのアロンアルファなりクリア塗料ね、中にこう浸透させたやつが固まったら、今度は、そこの面がねシュワシュワシュワってなるんですよ。ちょっとダメージを受けるんですね。溶かすんで。なので、そこをきれいに水研ぎをしていって、それでバフィングをかけて、それで完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとここでお知らせがあります。今年の2月に、ロードバイク手に入れたんですけれど、今までなんでこんな面白いものをやんなかったんだろうっていうぐらいね、楽しいです。めちゃめちゃハマってます。で、新しいチャンネル作りました。ロードバイクとかサイクリングとかアウトドア系ですね。その辺の情報をね、発信していきたいと思ってます。概要欄にリンク貼っときますので、興味ある方がいれば、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。